神様に与えられているものの全ての管理人としていい仕事をねできてるかって聞かれた時、自信を持ってできているとは言えないなって思いました。こんにちは、さきです。今日は私が最近始めた習慣についてお話をしたいと思います。実は昨日まで30日間5時5分に起きるっていうチャレンジを自分で決めてしていたんですね。で、無事それを終えることが昨日できました。そのチャレンジをする中での変化だったり、どういうふうに取り組んでいったかだったりっていうのを、今日はねお話できたらと思います。まずこの早起きのチャレンジだったり他の習慣だったりっていうのを始めるに至った理由っていうのが、自分の中でもっと一日一日をよりよく生きることができるっていう思いがあったんですよ。だけど現実自分のとっている行動といえば、朝早く起きたいと思っているのに、遅くまで寝る日々が続くとか、運動をもっと定期的にしたいのにもう運動しないまま1週間が過ぎたとか、その繰り返しが続いていて、どうにかしたいなと思っていたんです。で、ある日ふと10年後、私は43歳になるんですけど、その43歳の私が今の33歳の自分を見た時に後悔するんじゃないかなってすごい思ったんですよね。もう本当に感謝なことに、神様は家族、友人、人とか環境、あと金銭的にもそうですし、才能、健康な体もう等々ですよ。たくさんね祝福をしてくれている、必要な全てを与えてくれている中で、私はその神様が与えてくれている全ての管理人としていい仕事ができてるかって聞かれたら、自信を持っていい仕事をしてますって今の状態だと言えないなって思ったんですね。で、これはきっとこのまま今のように生活を続けて10年が経ちました。同じ質問をされた時に、その時も多分自信を持って、神様に与えられているものの全ての管理人としていい仕事をできてるかって聞かれた時、自信を持ってできているとは言えないなって思いました。で、それを思った時に本気で今の生活習慣を、まずは生活習慣からですね、まず生活習慣を変えたいなって思ったんですね。まず何を変えたかっていうと、睡眠です。朝、週末も含め毎朝5時5分に起きるように決めてしました。最初の1週間は結構きつかったです。ベッドから出るの本当しんどかったですだけど1週間を過ぎてから本当に楽になりました。1週間を過ぎてからは朝起きて顔を洗ったらもう頭がすっきりしてるのが自分でも分かる状態になりました。朝起きる時間だけじゃなくって夜寝る時間も決めてそれを守るようにしました。
今までは、10時に寝たり、それが11時になったり12時になったりっていう、こうバラバラな日々が続いていたんですけど、朝起きる時間をもう5時5分って決めたので、十分な、睡眠時間を確保するためには早く寝ないとダメですよね。なので、9時半か、10時ぐらいまでには寝て、最低7時間は寝れるように、しました。最初はやっぱり早く寝ることに体が慣れていないので、ベッドに入ってもなかなか寝れないっていうのが1週間ぐらい続いたんですけど、やっぱり続けていたらもうだんだん9時半までにはかなり眠くなる状態に体が変わっていきました。やっぱり最初の1週間は慣れないことをしてるんだからきついのが当然と思って淡々とそれをやることがやっぱり新しい習慣を作る上ですごい大事なんだなって実感しました。あと寝る時間と起きる時間が定まったので、自分が自分に対して使える時間っていうのがどれくらいあってっていうのが分かるので、その時間をどうやって使うかっていうのを決めれるようになったんですね。例えば今は朝5時5分に起きて顔を洗ったらすぐに作業に取り掛かって、6時40分になったらもう聖書を開いて聖書を読む時間というふうにしているんですね。で、今までは結構聖書を読みたい、もちろん毎日読みたいっていう思いがありながらも実際読まない日も続くみたいなことがあったので、それは本当にどうにかしたいって思っていたんですね。今思えば私はすごく自分の意思に頼っていたんですね。読むか読まないかっていう。そうではなくって、本当に自分が読みたいのであれば、その毎回の読むか読まないかっていう自分の意思ではなくって、もうそれを習慣化する必要があったんです。それを習慣化するためにどういうふうにできるかっていうのを考える必要があったんですよね。例えば歯磨く時って自分は歯を磨くか歯を磨かないか考えて歯磨かないじゃないですか。もう寝る前に歯磨くっていうのは習慣になってますよね。そうだから自分が本当に大切で、そのクリスチャンとしてその聖書を読むっていうことは毎日したいことなんだったら、その意思ではなく習慣化するために自分はどういうふうな工夫ができるのかっていうのを考える必要があったんですよね。2つ目は自分のフォーカスをコントロールするということです。今は朝起きて顔を洗ったらすぐに自分が今その時やりきりたいと思っていることに取り組むようにしています。朝起きた後ってすごい集中に入りやすい。やっぱり頭が起きたばっかりですっきりしていて、だからこそ何か始めた時にすぐに集中に入りやすいんですね。で、私はその朝の1時間半ぐらいをその自分が今やりきりたいと思っていることに使ってるんですけど、1時間半なんでそんなに長い時間ではないですが、フルで集中している1時間半なので、日中にやるより多くのことを本当にやりきれるなって実感しています。以前の私はその集中に入りやすい、頭が最高にすっきりした状態の時間を携帯のスクローリングに使っていたんですね。今考えたらすごいもったいなかったなって思います。やっぱりその1時間半っていう時間を自分がやるべきことに使えたっていうのは、自信にもなるし、気分としても気持ちがいいし、で実際日中ってやっぱり
プラン通りにいかないことっていっぱいあるじゃないですか。この時間にやろうと思ってても、例えば子供が病気になって看病しなきゃいけない、病院に連れて行かないといけないっていうことってありますよね。でもそうなったとしても、朝自分のやるべきことを1時間半はできたっていうのがあるから、一日の終わりに今日も一日何もできずに終わったなっていう思いで寝ることがないわけですよ。朝やってるから。だからそういう面でも自分が朝やるべきことをやって、で一日をスタートするってすごい大事なんだなって学びました。でこうやってね YouTube の動画を作るにしろ、日本語の教材を作るにしろ、やっぱり時間が必要ですよね。で今特にホームスクールを私はしているので、子どもたちが基本的にずっと日中は私といる、週2回は6時間ぐらいホームスクールの子たち用の学校に行くんで、そこでの時間もあるんですけど、それでもやっぱり時間をどう作るかっていうのはすごい課題でした。でね、そうやって早起きをするようになって1時間半とはいえめっちゃ集中できる時間を作れたので、そこは本当に嬉しいです。本当に必要でした。あと集中をコントロールするにあたって一番使っているのが携帯の集中モード機能です。もう夜の8時には睡眠モードにして、次の日の朝携帯を見た時に通知が見えない状態に、しています。だから朝、起きて携帯を手に取ってもどんなメッセージが来ているのかとか通知が全く見えないので開かずに済むんですよね、アプリとかを。以前の私はメールが来てるとかなんか通知が来てるのが分かったらやっぱり開いてしまって、そこで終わったらいいんですけど、そこから違うアプリに行ったり、なんかさらにスクロールして人の投稿を見たりみたいなのをしていたので、今はそれをせずに済むわけですね。なんなら割とその携帯の目覚ましで早く起きる時は起きていたりしたんですけど、今は携帯の目覚ましを使わずにもう目覚まし時計で起きるようにしています。それはやっぱり朝目覚まし時計を止めるために携帯に触ってしまったら、そこから触りたくなってしまう、もっとそういう誘惑にもつながると思ったので起きる時も目覚まし時計を使ってもう携帯に触らないようにしています。でもちろん、作業する中で携帯を使わないといけない時もあるので、もうその時もずっと睡眠モードなので通知は見えない状態で使う。そしてもう使ったら視界の入らないところに置くんですね。やっぱり携帯って視界に入るだけでもディストラクトっていうのかな、気が散るみたいなんですね。なのでもう視界に入らないようにしています。そうやって朝の自分の作業が終わるまではもう睡眠モードにしておいて、それが終わったら睡眠モードは解除して、それでも自分が仕事をする時っていうのはもうすぐに集中モードに変えて電話だけが鳴るようにしています。もう電話ってめったにかかってこないんですけど、電話の時って緊急の場合があったりするので、例えば子供が熱が出た学校でとか、そういう時は電話がかかってくるので、電話だけはいつも受け取れるようにしといて、それ以外はもう見えないようにして、自分がその時
集中しなきゃいけないことに集中できるように、しています。もうそれは仕事だけじゃなくて、ホームスクールしてる時もそうやって毎回はしてないけどする時もありますし、あと寝る時もさっき言ったように8時には睡眠モードに、しています。でそれはやっぱり自分の夜リラックスできる時間っていうのも限られているので、9時半までには寝ないといけないので、その間の時間を集中してリラックスできるようにもう睡眠モードにしているんですね。そうやって集中モードだったり睡眠モードっていう機能を使うようになったことで、なんとなく一日中携帯を触って時間が過ぎたみたいなのがすごく減りました。この時間はこれに集中するっていうメリハリがもっと生まれましたね。3つ目に私が始めた習慣は定期的な運動です。やっぱり人っていつ死ぬかわからないですよね。どんな風に生きていても、どんなに健康的な生活をしていたとしても、自分の命がいつ終わるかっていうのは神様の手にありますよね。だけどその今日っていう与えられている一日をできるだけパワフルにエネルギッシュに生きたいっていう思いはあったわけです。でそう考えた時にやっぱり体力が必要だなと、体力がある人と体力がない人とではやっぱり同じ状況であっても態度も行動も変わってくるじゃないですか。で私がやっぱりエネルギッシュにパワフルに一日を過ごしたいって思った時に体力が必要だと思ったし、体力をつけるには運動が絶対的に必要だと思ったんですね。で今50代や60代で私がパワフルだな、エネルギッシュだなって思う人たちが、いつ運動を始めたか、いつ運動習慣を作ったかっていう質問に対して30代だったっていうのを知ったことだったり、あとはその筋力の低下っていうのがさまざまな病気につながっていくんだっていうことを知れたことで、さらに運動を習慣化しようっていうモチベーションになりました。具体的に何をしているかって言ったら週3回、ジムに行って、ダンベルだったりあとピラティスだったりカーディオっていうのをしています。やっぱ家だと私ね本当に続けられないんですねっていうことに気づいて、もうとにかく3回ジムに行くんだっていうことで週に3回もうジムに行っています。でクラスを受けるっていうふうに自分を、もう追い込んでいるというかそうしています。あと私は動画を撮る前に割と何を話すか事細かに決めるタイプなんですけど、その作業っていうのを今は、外を歩きながら携帯に話しかけてメモを取りながら、やっています。そうだからもう1時間ぐらい話しながら歩いているんですけど、やっぱり運動するとドーパミンが出るのですごくクリエイティブになれるし、あとリフレッシュにもなるし、なんか机でずっと何喋ろうって考えてるよりかはそっちの方がなんか効率がいいなって感じています。はい、今日は私が始めた習慣についてお話をしました。いろいろお話をしたんですが、やっぱり人生一日一日の積み重ねなので、じゃあその一日をよりよく生きたいって思った時に、自分は何ができるかなって考えたのがその習慣たちです。もし皆さんも自身の一日をよりよく生きるためになんかしたいこととか
あったらコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。